もし私たちが光の速度で移動したら、普段見慣れた光景に変化はあると思いますか？この動画では、再生速度を変更することで、疑似的に高速移動を再現してみました。例えば、時速4キロの歩きの映像を2倍速で再生して、時速8キロのランニング映像をお見せします。映像ですので、実際に人間が見る光景は再現できないのですが、映像の再生速度を光の速度まで上げると、どんな光景になるのか、エンターテインメントとしてお楽しみください。自転車でのんびり走ると、おおよそ15キロ程度になります。コアラは、普段はのんびりしているのですが、いざとなると20キロくらいで走れるそうです。カバが意外と速いのは有名ですね。カバはほとんどの人間より速く、最高40キロくらいで走ります。カバより速いのは人類最速のウサイン・ボルトです。最高 45.4 キロを記録しました。そのボルトより速いのが普通の飼い猫です。最高48キロくらいで走ります。グリズリーという巨大なクマは56キロで走ります。人間が走って逃げるのはとても無理です。長い距離を走れるオオカミの最高速度は68キロくらいです。100メートルを 5.3 秒で走り抜けます。プロのロードレースの平地巡航速度は40から45キロくらいですが、ゴール前のスプリントでは70キロくらいで走っています。ライオンは意外に速くて最高80キロくらいです。こんなに速くて集団で狩りをするライオンですが、狩りの成功率は20から 30% だそうです。馬最速はサラブレッドではなくてクォーターホースです。クォーターホースはアメリカの開拓期の頃に交配によって生まれました。重さ600キロオーバーのクロマグロが100キロで泳ぐのは軽自動車か高速道路を走っているようなものです。ギンヤンマの飛行速度はトンボ最速です。グリーンと水色がとても綺麗だと思います。まだ捕獲したことのない憧れのトンボです。地上最速のチーターは120キロです。狩りの成功率は最高ランクの40から 50% と言われています。昆虫で最も速いのはウシアブです。時速140キロを出します。余談ですが、人が平地で自力で出した最高記録は140キロオーバーです。ランボルギーニ、フェラーリ、ポルシェなどスーパーカーの最高速度は300キロ台です。この速度で公道を走ることはできないので、映像でお楽しみください。量産車最速はブガッティのシロンスーパースポーツ300プラスです。30台限定で製造され、価格は約4億1500万円です。旅客機は一般の人間が利用できる最高速の乗り物です。大量輸送、低コスト化の流れで時速900キロ前後の飛行速度になっています。旅客機の速度を超えさらに加速していくと、やがて音速に近づいていきます。音速は気圧や気温の影響で変わりますが、標準大気中の音速は1225キロです。物体が音速を超えると衝撃波が生まれ、轟くような大音響のソニックブームが発生します。映像のように地上で音速を超えると、ソニックブームによる突然の大きな爆発音と、窓ガラスを割る強さの衝撃波が高速移動する物体のすぐ近くで起こります。SR-71 ブラックバードはアメリカ空軍の偵察機で有人実用ジェット機最速です。1999年に本機が退役した後、高速飛行の必要性が低下し、この飛行機の速度を超える機体は開発されていません。サターン5は全高 110.6 メートルの史上最大のロケットです。最終的に多段ロケット分離前の全高 110.6 メートルでの最高速度は9920キロになります。大気圏再突入は宇宙飛行において最も危険が大きいフェーズの一つです。地上付近でこの速度のスペースシャトルとすれ違う人間は、無音で周りを破壊しながら迫ってくる機体に一瞬で吹き飛ばされ、燃やし尽くされ、その直後に轟音が届きます。国際宇宙ステーション、通称 ISS は、スペースシャトルの大気圏再突入速度と
ほぼ同じ速度で地球を周回しています。ISS には民間人の宿泊が1泊400万円弱で可能です。ただし、運賃が別にかかり、往復約62億円と見積もられています。土星は時速約3万5000キロで30年ほどをかけて太陽の周りを一周しています。公転軌道は楕円ですので、平均速度となります。惑星や恒星の速度は注目されることが少ないですが、この動画で興味を持っていただけると幸いです。時速39,897キロは、アポロ10号が月から帰還する際に達成した人が乗った乗り物の最速記録です。10号は月面着陸に初成功した11号のリハーサルでした。着陸船は月面から 14.4km にまで接近しました。着陸船の燃料タンクは満タンではありませんでした。だからもし月面に着陸してしまうと地球に戻ることができなくなります。これは十分な検証がないまま人類初の誘惑に負け、突発的に月面着陸を行ってしまう危険を避けるための安全処置でした。木星は時速約4万7000キロで12年ほどかけて太陽の周りを一周しています。惑星の公転速度は太陽に近い惑星ほど速くなります。ボイジャー1号は地球から最も遠い位置に到着した人工物で、現在も太陽系外に向かいその記録を伸ばし続けています。打ち上げは1977年の9月でした。1977年は外惑星の16アシストを利用して加速するのに最適なタイミングでした。チュクシュルーブ隕石とは直径10から 15km の小惑星です。時速7万2000キロでメキシコのユカタン半島付近に衝突しました。衝突により発生した硫黄のガスなどにより太陽光線が遮られ、恐竜絶滅の原因になったと推測されています。地球は地球に落ちてくる隕石よりも速い速度で公転しています。地球初の宇宙船はこの公転速度も利用して速度を得ます。水星は平均時速17万キロほどで約88日をかけて太陽の周りを一周しています。太陽系最速最小の惑星です。ハレー彗星の最高速は時速約19万8000キロです。約75年ほどをかけて太陽の周りを公転する周期彗星です。太陽探査機のヘリオス2の時速25万2792キロは1976年から約40年間人造物最速でした。ヘリオス2は太陽接近時にハレー彗星軌道の内側に入り、近日点で最高速度を記録しました。木星探査機のジュノーがヘリオス2の最高速を上回るという情報もありましたが、確認は取れませんでした。太陽探査機のパーカーソーラープローブの時速34万3000キロは2018年以降の人造物最速記録です。この最高速度はヘリオス2よりもさらに太陽に近づくことで達成されました。パーカーソーラープローブは太陽と金星を周回しながら7年間で24回太陽に接近します。太陽が天の川銀河の中心を周回する速さは時速82万8000キロほどです。宇宙で最も速いのは光の速度です。私たちの速度が太陽を超え、さらに加速をしていくと、前方の風景が青みがかり、後ろの風景は赤みがかかっていきます。これは光のドップラー交換のために起こる現象です。進行方向の光は波長が短くなるので青に近づき、後ろは波長が長くなるので赤に近づきます。ブレているので分かりがたいですが、さらに加速をして高速に近づくと、方向差により全ての光が前方から来ているように見え始めます。真上から雨が降っている時、車で速く走ると前から雨が飛んでくるように感じると思います。これと同じことが光でも起こるのです。そしてローレンツ収縮により風景が進行方向に向け縮小していくように見えています。速度が高速にとても近くなり、さらに加速が続くと通り過ぎた光が追いつかなくなります。すると通り過ぎた風景を見ることができなくなり、加速に合わせ何も見えない空間が後方から前方に向かって広がっていきます。高速に近づくにつれて見える範囲は進行方向の一点に向かいどんどん狭くなります。同時にドップラー効果により光の波長が短くなるので、風景は青から紫、さらには紫外線になり、
可視光がなくなります。そして実現は不可能なのですが、もし光の速度に達することができたなら、何も見えない空間が広がっていると予測されています。なので、私たちが光の速度で移動すると何も見えないまま突っ走ることになります。この時、移動している本人は質量が無限になってブラックホールになってしまうということはなくて、質量は有限のままだそうです。つまり、高速移動する物体と一緒に運動している系の観察者にとっては、物体は通常の物体として存在しています。とはいえ、ブラックホールにならなくても何かにぶつかって大爆発するのは避けられそうにないのですが、